はい、それでは今日はこれです。越冬メロン栽培日記。アポロン周到っていうやつです。今日は何日だ、12月の12日。前回が12月の9日。3日経ちました。で3日でだいぶまたちょっと大きくなった、脇芽も伸びて葉っぱもまた大きくなった。これが3枚目で、もう4枚目もここまで来た。この間は3枚目ここでしょ。で5枚目ももう一気に9日目に生産しようかなっつって水切ってるって前回の動画で言ったんですけど、結局次の日10日、その日もよく晴れてて、すごく天気も良くて、結構1日切ってしおれが結構激しかったから、まだちょっとそのまんま切っていくのはちょっと心配だったんで、10日に軽く水を入れて、で昨日11日、今日12日、2日かけてない。11日もすごく天気が良かった。今日は午前中がすごく天気良かったんだけど、午後からちょっと雲が出てきたみたいな感じだったかな。でもう2日よく晴れて水をかけてなくても全然しおれてこなかったので、もうこれで生産に入れる。このまんま、今太陽が晴れでいくら強いって言ってもやっぱり5日ぐらいは多分かかると思う。だから次の動画は晴れ終わりになるのかもしれないけど、ここいらよくあれしといてもらって、まだこうなんつうのかな、水が効いてるというかような木で、色加減も夕方になっちゃったんだけどね、色加減もちょっとまだ淡いで、水がきっちり切れてくると葉っぱもギュッてなって色も濃くなってくるから、まだ全然切れてないで、今日で2日目か、昨日今日ってかけてないから、あと3日で切れるかな。多分切れないな。これはもう塩梅、日にちとかで何日で決めると問題じゃなくて、メロンの様子でしっかり生産できましたっていうようになったら水を戻してあげる。それもまたアミノ酸の水で戻してあげて、根っこが水が欲しいっつってこう張って、で根っこも水がなくなって飢餓状態になってるところに、こう人間でいうと喉がすげえ脱水症状近くなってる時にはさ、ポカリレスエットとかさ、アクエリアスとか飲むじゃん。そういうイメージでアミノ酸を入れてあげて、で今までは水でもう10年以上アミノ酸をあげてんだけど、それ以上前は普通に水で戻してたんだけど、アミノ酸で戻してでその後は普通に水かけていくんだけど、そうした方がその後の成長が一気に進むようになったというか、ペースが速くなったので、もう10年以上そんな感じでやってます。でアミノ酸は1週間に1回とか5日に1回とか、もう常に入れていくようにしてる。であとはだからこの土の中の微生物とかがどんどん増えてほしいから、アミノ酸植物にも直接いいのはいいんだけど、アミノ酸が微生物の餌になって、でこの中が微生物でいっぱいになって、最初に入れた有機肥料 100% 有機肥料とかをこう分解してくれて植物が食べられるようになるみたいなイメージがあるので、アミノ酸は植物のためとともに土のために入れてる。でふわふわにしてくれる微生物が、根っこがより張りやすい環境を作ってくれるから、だからもうアミノ酸自体もそんなに高いもんじゃないし、300倍ぐらいで1週間に1回ぐらい入れてても大して入れないから比べればさコストはかかるんだけど、大してそこまでそれですごくお金がかかるってもんじゃないので、
あとはやれる手間かな、自分の手間、簡単にうちはできるようにドサトロンでできるようになっていくから、そこまでの手間は感じないんだけど、やるようになったら成長も早くなるし、メロンの味も乗る、で最後まで健康でいける。それとともに防除とかでの中にも防除する、例えば殺虫剤、粉じらみが多いないとか、だからその粉じらみの薬やる時もアミノ酸のいいつうか植物にいいアミノ酸も入れたりとか、カルシウム入れたりとかして葉面散布やるから、それをやるようになって相当作柄が安定してきて、それでもこの間の作11月のずっと具天続きのやつで一部屋はもうなんかうまくいってないんですけど、で そしてこれがアポロンね、でこっちがうちの純系のマスクメロン、そんなに変わんないのかな。こっちもちゃんと樹勢出てるし、これが3枚目、これがこの間の3枚目、そしてこれが4枚目、もう5枚目、ペース的には大体同じかな。でこの軸も結構もう太くしっかり、これがね10月の頃ね細かったのよ、華奢にできちゃって。こっちも見てみればほらしっかりした木になってんだけど、この前の11月に木育てしてる部屋は水もかけられない、乾かないから。でやっぱり乾いて水を入れていくっていうことを繰り返していけば木ってどんどん強くなっていくんだけど、乾かなくて水ばっかりずっとあげてると、水でできてきた木みたいな貧弱で細くて徒長したような木になってしまうから、そこらがやっぱり大変だったな。ファンをさかけててさ、これを送風だけずっとしててさ、少しでも乾くように、であれもベッドに向けてサーキュレーターもどんどん回して乾くようにしてたんだけど、それでも乾きが悪いし、何しろやっぱり水がかけられないと木が作れない。それもだから活着して生産が終わってからしっかり水がこう乾いてかけるができるようにならないと木はできないね。で特に秋は木を作らないと、真夏も言ってたんだけど、真夏も木ボディを作ってあげないとあれが、いいメロンができないから。春はね黙ってても木ができるんだけどね。だからこの時期この越冬作もうでもだいぶ冬型になってきて、夜今朝なんか2度とかだったな。だから暖房がすごくよく回るから意外と乾く。11月はさ9度とか10度とかの最低気温だったじゃん。なんだったら12度14度ってのも11月あったからさ、暖房もほぼ燃えなかったりして乾かなかった。辛かった今になって寒くなったのはすごくメロン作りやすい。暖房も燃えてベッドも乾くから。ただ燃料費がすげえかかるけどね。だけど蒸してあげないといいメロンにならないから。今これで18度設定、この間9日のやつで温度下げるって言ったじゃん。18度設定でも順調に成長していくからさ、じっくりと後輩までは育てていこうと思います。今度後輩になったら少しまた温度上げるんだけど、その時にはまたその動画を撮ります。今度は次は水が切れ次第、次の栽培越冬メロン栽培日記をつけていきたいと思います。また見てみてください。よろしくお願いします。はい。